皆さんこんにちは。東京 RPG ファクトリーです。今回ユーザーの皆さんから、アイアム説内東京 RPG ファクトリーについてご質問をたくさん頂戴しました。本当にありがとうございます。その中からなるべく多くのご質問にお答えしていこうと思います。マーさんからの質問です。新しい JRPG を作る際、キャラクターの成長とワールド構築、またはゲームプレイと音楽、そのどちらをより重要視なさっていますか？マーさん、ありがとうございます。どの要素も大切なんで、どちらを重要視するということはないんですけど、それらの要素がうまく絡み合って私たちが届けたいそのプレイ体験になっているかどうかっていうのを、すごく大切にしていますね。バウス15さんからの質問です。 JRPG でお約束とも言える要素、宿やワールドマップなどがアイアム刹那には入っていないのですが、これを入れないという案は自然に湧いてきたものでしょうか？それとも事前にそのように考えていたのでしょうか？どのような反応が出るか予想されていましたか？個人的には全くそういうガイドのないゲームがとても好きなのですが。バウス15さん、ありがとうございます。そうですね、宿屋がなかったっていうのはそうですね、思った以上に反響があったんですけども、宿屋が、一般人が旅できるような平和な世界ではないっていうことで、街に宿屋があるのは変だろうと考えたから宿屋は用意しませんでした。ほとんど客がいないのに、宿屋の商売は成り立たないだろうと、思ったからなんですね。で、地図がないということに関してはミニマップとか地図を使ってプレイをするゲームにしたくなかったからというのがあります。次の目的地を丁寧にアナウンスするゲームが、多いのは理解しているんですけども、自分で考えて行動、移動していくことこそがその生贄の旅というものをしている感覚になるだろうと考えたので、これはもう最初から決めていたことになります。リゴライマさんからの質問です。このプロジェクトで先に作られたのはゲーム、バトルシステム、またはストーリーのどちらなのか興味があります。リゴライマさん、ありがとうございます。どちらが先ということはなく、並行して作られていったという感じですね。ただストーリーが作られないと、作るのが難しい要素も多いので、どちらかといえば、ストーリーが先行して、開発していったのかなというような感じです。バウス15さんからの質問です。難解なシチュエーションをゲームに組み込むことは考えたことがありますか？このゲームは仕組みを理解するとかなり簡単にクリアできてしまうので、もう少しだけチャレンジな部分があると良いのですが、今後のタイトルでは難易度を上げるとかクリアしにくいシーンを作るとか、そういったことは考慮していただけますか？そもそも古典的な JRPG は難易度が高かったように思います。バウス15さん、ありがとうございます。そうですね、古典的な RPG は難易度が高いっていうのは、その通りだと思いますし、実際多いと思うんですけども、難しいだけではなく不親切であるっていうところが要因だった部分もあるかなと思っています。で、私たちは、現代の作法や技術を持って古典的な RPG のオマージュがある作品を作りたかったので、その不親切っていう部分は排除しようというふうに考えて作ったっていうのは一つあります。で、やっぱ高い難易度を超えて得られる達成感も大切とは思っているんですけども、私たちは全ての人たちにエンディングを見てもらえるということを大切にしたいなと思い、それを優先して開発をしました。